こんにちは、彩りです。普段は100円ショップの増加で動画をアップしているのですが、皆さんからいろいろなコメントをいただいて、ネットショップの方が揃えやすい方もいるのかなと思ったので、今回は Amazon に売っている増加で揃えました。家財を紹介するときに、100円ショップの増加とも比較していくので、ご自身のスタイルに合わせて選んでみてください。リースの土台は飾る場所や好みに合わせて何でも大丈夫なので、今回は100円ショップのものを使います。お花はこちら。詳細は概要欄に記載しています。東京堂のマジックというブランドで束になっている便利なものを4点揃えました。こちらの大きい花束とガーベラ、こちらも細かいグリーンが束になっているもの。ブルーと白い小花が束になっているもの。後ほど100円ショップと比べながら詳しく見ていきます。リースの土台は100円ショップの L サイズを使います。接着はすべてグルーガンで留めていきます。最初にこちらを見ていきます。広げてみると6本入っていました。こちらのお花がついているものが3本。葉っぱだけのものが3本。100円ショップの花材と比較してみます。100円ショップで似たような花材だと、こちらがあります。こちらのユーカリは、1本の枝に葉っぱが複雑についています。100円ショップの方は、まっすぐの茎に葉っぱがついていて、3本で束になっています。近くで見るとこんな感じです。葉っぱの長さや色が違うので雰囲気が変わっていますね。こちらのお花はビバーナムの造花ですが、100円ショップではあまり見かけないので、近いものはこちらのハイドレンジアかなと思います。このままだと大きいので、だいたい半分ぐらいが同じ大きさかなと思います。100円ショップの近いものと比較するとこんな感じになります。続いてガーベラ。こちらは同じガーベラが3本で束になっていました。100円ショップのガーベラと比べると一回り小さい印象です。前回作ったフレームの花と比較してみます。こちらのガーベラは100円ショップのガーベラの方が一回り大きいです。こちらのピンクの花はだいたい同じぐらいの大きさでした。大きさを取るか形を取るかでまた雰囲気が変わってきます。こちらのピックはブルーと白い小花と葉っぱがセットになって3本入っていました。
100円ショップで似た花材だとこちらがあります。こちらは少し大きめの小花がついています。ブルーのお花は100円ショップの方が少し大きいです。近くで見るとこんな感じです。大きさや一緒についている小花で雰囲気が変わりますね。続いてこちら。こちらはとても細かく繊細に作り込まれている葉っぱなので、100円ショップで似たようなものはあまり見かけませんが、似たような葉っぱで、こちらなどはシャープな印象が近いかなと思います。実の部分には小ぶりなこちらの葉っぱも近いかなと思います。100円ショップで同じような花材を揃えるとこんな感じでした。質感や大きさなど選ぶときの参考になればと思います。今回のデザインはお花を全部には入れずに下の方を中心に入れていきます。お花が3本ずつ入っていたので1本ずつをワンセットにして3箇所に配置してその間をグリーンで埋めていきます。最初にこちらの3本を下に入れます。こちらは低く留めたいので、お花の頭だけ外して使います。ビバーナムとガーベラは並ばずに少し重なるようなイメージで留めていきます。ビバーナムにガーベラがかかるように入れました。こちらのお花は真ん中に固めたいので、外に出さずに、後ろから覗かせていきます。小花が入りました。後ろの方に入れて覗くように入っています。次は両サイドを埋めていきます。最初にビバーナムの位置を決めます。両サイドは少しゆったりしたいので茎を残してカットします。ビバーナムは一直線に並ばないように少し位置を変えて入れていきます。ビバーナムが入りました。一直線に並ばないように位置を変えています。次はビバーナムの上に来るようにガーベラを入れていきます。ガーベラは正面から少し内側を向くように入れていきます。こんな感じでガーベラを正面よりも内側に向けました。こちらのガーベラも
正面ではなく少し内側を向けて入れていきます。ガーベラがそれぞれ内側を向くように入れました。次はこちらの小花をガーベラのそばに入れていきます。こちらは低く沿わせるような感じで入れていきます。小花が入りました。ガーベラの近くに沿わせるようにして入っています。お花が入ったので、あとはグリーンで埋めていきます。こちらは1本ずつばらしていきます。切り分けた葉っぱはこちら。繊細な作りの葉っぱと、小さい実がついているものと、ユーカリ。こちらの6本です。こちらの方が空間が広いので、目立つ葉っぱを持ってきます。こちらの繊細な葉っぱを、こちらの内側に入れて、間にこれを入れようと思います。リースの内側に沿わせるように入れていきます。まずは大きい方の葉っぱを入れました。内側に沿わせて入れています。こちらは内側ではなく少し外側に入れていきます。2つ目の葉っぱを入れました。こちらは外側に出てくるように留めています。グルーはしっかりと固めるようなイメージで留めています。ここはまた別の葉っぱで隠していきます。次はこちら。大きいものと小ぶりなものがあったので、大きいものをこちらにして、小ぶりなものを先端に入れていきます。ワイヤーが入っているので、土台に沿うように動きをつけながら使っていきます。葉っぱの位置も動かせるので、調整しながら使います。2箇所に葉っぱを入れました。こちらの広く空いていたところと、先端の方に入れています。あとは、こちらがあるので、真ん中のお花の近くに入れていきます。こちらとこちらに入れました。あとは、こちらの残りのユーカリで全体を整えていきます。細かいところは葉っぱを外して小分けに使っていきます。形が欠けているところなどを埋めていきます。
長めに使えそうなところは切り分けて使います。側面が広く空いているところなどを隠していきます。葉っぱに余裕があるので、内側の方にも入れていきます。前から接着できないときは、位置を決めて裏から留めていきます。リースが完成しました。花材は下の方に固めて、上は空間を空けています。こちらに入れた葉っぱで、ラインを崩してしまうものはカットして、別のところにも入れました。こちらの先端にも入れています。こちらのつぼみは同じ長さで4本いたので、少しカットして短くしました。葉っぱの向きは、こちらを中心に両サイドに広がっていくように入れています。ユーカリはたくさんついていたので、中の方や側面など全体的に入れています。今回は Amazon に売っている造花でリースを作りました。100円ショップだとお店に行くのが大変という方もいたので、ネットショップも参考になればと思います。それでは今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。